はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。ディフィルードから製品版のオミックスプラスを提供してもらったので、開封して簡単な動作チェックを行いたいと思います。このオミックスプラスは、水分活性、水分含有率、密度、豆のメッシュ、環境温度湿度、気圧海抜、サンプル温度、それに加えてアグトロンの焙煎度も測定できるプロ用の分析機です。で、今おじさんが使ってるのはこのオミックスプラスが発表される前にディフィルードから送ってもらったプロトタイプなんですよ。プロトタイプなので Bluetooth 機能が搭載されていないんですよ。なのでアプリとの連携ができなかったんですね。測定機能自体は変わりないんですけれど、OTA のファームウェアのアップデートとか、データ管理とかで、その辺が機能を 100% 使えない仕様だったので、今回ディフィルードが製品版を送ってくれました。それでは早速見てみましょう。オミックスプラスは持ち運びが便利なように、こういう取っ手のついたハードケースに入ってます。焙煎所で使用したり、またプロの方が農園に直接持ち込んでね、その場で現地で測定できるように、こういうハードケースが採用されてます。オミックスプラスは、オムニもそうなんですけど、工場で出荷前に検品された後はこのようにタグで封印されてます。それではちょっと蓋を開けてみましょう。おじさんが最初送ってもらったプロトタイプとは全然違う感じですね。一つ一つ見ていきましょうか。まずこれがマニュアル類。マニュアル類が入ってる。中を開けてみると、アプリの QR コード。これはディスプレイの保護シートですね。多分この綿棒は本体の、計測する部分の部分を洗浄するための綿棒だと思います。検査報告書ですね。クオリティリポート。クイックスタートガイド。あとはこれはユーザーマニュアル。確かね、日本語もあったと思う。あるね。これはオミックスプラスちゃんと日本語の詳しいユーザーマニュアルもあるので大丈夫ですよ。これがオミックスプラスの本体。ここがセンサー部分ですね。まず本体。裏返しに入ってるのが、これがサンプルホルダー。下の部分、ベース部分ですね。この栄養器が生豆を測定するための容器です。このようにセットします。で、この容器が B 容器。焙煎豆を測定するときに使う容器です。C 容器かな？そうですね。C 容器。これは焙煎の粉を測定するときに使う容器です。で、この D 容器っていうのが焙煎度の構成をしたりするときに使う容器です。で、アグトロンが 26.6 ってなってますけれども、この 26.6 に合わせたここの色の容器になってまして、オミックスプラスは一台一台これが紐付けられてます。で、これで正確な焙煎度の構成を行うようになってます。形が変わって使いやすくなった豆の計量スプーンですね。で、掃除用のブラシ。
スケールにもなっているスクレーパーですね。でこれは生豆とか焙煎豆とか粉をセットする際に使うトレイですね。散らからないようにするのかな。一番下にはウォーターアクティビティ、水分活性を構成する時の標準液を作るボトル、あとは充電用のタイプ C のケーブルが入っています。それではここからオミックスプラスを実際に使用しながら使用方法を解説していきたいと思います。まずはじめに水分活性構成用標準液を準備します。作り方は簡単で、この標準液用の付属のボトルに塩化ナトリウムのラインのところまで食塩を入れて、上のウォーターのラインのところまで水道水または RO 蒸留水を入れて、よく振って1時間ほど太陽光の当たらないところに放置して、その後使用することになります。で、その際に塩が少し溶け残ってるぐらいがベストです。飽和状態になっているので。じゃあ実際に作ってみましょう。だいたいこんな感じですかね。閉めて蓋を閉じて振ると。あとは1時間ほど日の当たらないところに置いて完成です。1時間以上が経過しまして、水分活性構成用標準液の準備も整いましたので、実際にオミックスプラスを起動させていきます。オミックスプラスの起動方法なんですが、まず最初にこのサンプルホルダーにこの栄養器、生豆を計測する時の容器ですね、こちらを必ずセットして本体をセットします。この状態で電源ボタンを1回単押しするとこのように電源が入るんですが、長押しで一度電源をパワーオフにしますね。で、このパワーオフの状態で電源ボタンを2秒間長押しして起動すると容器の初期化を行うことができます。一番最初に使用する際と、あとは構成を行う際ですねは2秒間長押しで起動させてください。今回は2秒間長押しで起動させます。1、2、これでもう自動的に容器の初期化が完了しています。次にウォーターアクティビティ、水分活性の構成を行います。これアグトロン値の構成もそうなんですけれど、構成を行う頻度としては、まず購入されて一番最初に使うとき、その後はだいたい1週間に1度ぐらいの頻度で構成を行ってください。ウォーターアクティビティの構成は B 容器、焙煎豆の測定を行う容器を使用します。この B 容器に準備したこの水分活性構成用標準液をこれを全部注ぎます。でこの際に溶け残っているのはありますけど、これはもう液が飽和状態になっていることを示していますので、この状態で構いません。次に本体をサンプルホルダーから外して A 容器を取り出します。B 容器をこぼさないようにセットしたら本体をセットします。次に画面を左から右にスワイプするとメニュー画面になります。でこの画面はメジャーメントが測定、キャリブレーション、構成ですね。あとはセッティング、設定です。
あとはヒストリーは履歴を見れるようになってます。今回はキャリブレーション構成なので、こちらをタップ。すると一番上がモイスチャーコンテンツ&アグトロン。密度と焙煎度の構成。2番目にウォーターアクティビティとありますので、こちらのウォーターアクティビティをタップ。水分活性の構成が終わりました。で、ここで EXIT で出ます。それはこのまま次にアグトロンの構成に入ります。本体を外して、こぼさないように B 容器を取り出したら、この D 容器ですね。こちらの方をセットします。で、この D 容器は A 容器もなんですけれど、このミックスプラスと1対1で紐付けられています。おじさんのオミックスプラスはこの D 容器じゃないとアグトロン値の構成ができないようになっています。だからもしこれをなくしてしまった場合は、ディフィルード本社に連絡して、これと紐付けてある構成用の容器を送ってもらう必要があるので注意してください。このカラーですね。これが1台1台紐付けられているので、それだけ精度が高いです。で、こちらをセットして、そしたらまた左にスワイプして、キャリブレーション。今度は一番上のモイスチャーコンテンツとアグトロン。26.6 という数字で構成が終了したので、一度出て、今度はメジャーメント。ローストレベルを測定すると 26.6 アグトロンと表示されるので、正確に構成されたことが分かります。それでは測定に入る前に設定関係を簡単にご説明したいと思います。まず画面を戻っていただいて、セッティングと上からメジャーメント、ジェネラル、デバイスインフォ、ファクトリーリセットとあります。まず、メジャーメントっていうのは測定に関する設定方法です。で、ウォーターアクティビティを押すと、自動で水分活性、ウォーターアクティビティを計測するようにしますか、しませんかっていう設定になります。これは生豆を計測するときや、ローストした豆を計測するときに、同時に水分活性も計測しますかっていう設定になります。今回はオフでいきます。次にロースト。ローストの上のスタンダードというのは、焙煎度合いの基準をどこにしますかっていうやつですね。一般的なコモンにするのか、それとも SCA の基準にするのか。で、今回は SCA の基準。で、その下のシルバースキンディテクションっていうのは、サンプルの中にシルバースキンが混じります。それを自動的に判別して、分析結果から取り除くか、それとも取り除かないか、それの度合いを示しています。今は0になっているので、分析結果からは取り除かないようになっています。で、このプラスを押していただくと、どんどん数字が上がっていて、5でマックスですね。完全に分析結果から取り除くっていうことになります。注意していただきたいのが、アグトロンの構成をするときは、必ずこれを0にして行ってください。かなり高感度のセンサーをつけているので、有効にしているとセンサーで読み取る構成の値が少々変わってきます。なので、通常測定するときは自分の好みのレベルで使えばいいんですけれど、アグトロン値を構成する場合だけは、ここを0で行った方がいいと思います。今回構成はもう終わってるので、とりあえず2ぐらいで様子を見てみようかなと思います。で、そのローストの下のテンプチャーユニットっていうのは、摂氏と華氏の温度単位の切り替えですね。今は摂氏になっているので、そのまま摂氏で行います。
次にジェネラル、一般的な設定項目です。で一番上が Bluetooth。これを Bluetooth 機能をオンにするかオフにするかですね。スタンドアローンで使うときは Bluetooth 機能オフで構わないんですけど、今回はアプリと連携させるので、これはオンにしておきます。次の下のオートパワーオフは、自動的にね、何分か経過するとタイムオフにしますかっていうやつです。ネバー、これはオートオフをオンにしないっていうやつですね。常に入りっぱなし。その下のランゲージ。これは表示される言語を選択するところです。今英語になってますけど、もちろん日本語もあるので、日本語に設定すると、こういうように、すべて日本語で表示されるのですごくわかりやすくなります。ちょっと一回、外人さんも見てるので、英語に。その下がスクリーンブライトネスって言って、画面表示の明るさ調整ですね。これは50%ぐらいでいいような気がします。あとは使用環境ですね。直射日光が強かったり、暗かったりっていうところで調整すればいいと思います。で、その下のデバイスインフォっていうのは、オミックスプラス本体の情報が入っています。で、一番下のファクトリーリセットは、工場出荷状態の初期化ですね。これやっちゃうと、せっかく設定したのとか履歴とか消えちゃうので注意してください。設定関係は以上になります。それでは実際に計測に移りたいと思います。説明してて、おじさん、あれなんか足りないなっていうことに気づいて、すいません、戻ってきました。このセッティングのメジャーメント、測定に関する部分で、ウォーターアクティビティから説明しましたけど、この上にね、2つ隠れてたんですよ。サンプルタイプっていうのと、エンバイアメントっていうのと。で、このサンプルタイプっていうのは、一番上が、この測定ボタン、電源ボタンですね。測定開始のボタンを押すと、オミックスプラスが自動的にその測定する検体のサンプルは何なのかっていうのを判断して測定してくれるっていうモードです。で、その下は手動で、例えばドライチェリーだったり、パーチメントだったり、グリーンビーンズだったり、あとローステッドビーンズ、焙煎豆、焙煎の粉っていうのを手動で切り替えるモードになります。で、これはオートディレクトにしてて構わないと思います。で、次のエンバイアメントっていうのは、これ環境測定ということなんですけど、何か測定をしたときに自動的に環境の条件を測定しますかどうですかっていうものです。例えば室温だったり、気圧だったり、湿度だったり、海抜だったりっていうその環境面の測定をしますかっていう、するかしないかを決めるモードです。これはオンにしてて構わないと思います。すいませんでした。なんか説明してて足りないなと思ったんですよね。それじゃあ、今度こそ測定に入りたいと思います。それでは測定に移りたいと思います。まず最初に生豆の測定を行います。この生豆用の栄養器をトレイにセットしてください。で、今回使用する生豆は、おじさんがいつもお世話になってるコーヒーさくらさんで売ってる生豆です。キリマンジャロのモンデュール農園、これのウォシュトになります。コーヒーさくらさんの生豆は、もう店で焙煎するときに使う状態の生豆を売ってるので、欠点豆のハンドピックとかやる必要がないので、すごく便利です。で、1キロなんですけど、1キロで買うと結構お得なので、おすすめです。付属のスプーンを使って豆を準備します。こんなもんで。こんもり山盛りにしたら、付属のメジャー兼スクレーパーを使って平らにならしていきます。こんな感じで上を平らにならしたら本体にセットします。本体を外して、この D 容器を取り出したら、コンテナに A 容器をセットします。それでこの状態でオミックスプラス単体で測定は完結できるんですけど、今回はせっかくなのでアプリと連携させて測定したいと思います。ディフィルド壁を起動。すると今オミックスプラスが自動的に連携されましたので、
ローストの方に移ります。すると、ドライチェリー、パーチメント来て、グリーン B のところに、さくらさんのキリマンジャロを事前に情報を入力してましたので、これ例えば詳細を見ると、このように分かる範囲の情報を事前に入力してます。でこれを選択した状態で、この下のテストというのを押します。そうすると自動的に測定が開始されると。それで今はまず水分含有率と密度の計測を行いました。で、じゃあモイスチャーが水分含有率、こちらが 10.4%。で、隣のデンシティが密度、こっちが 812.7 グラム毎リットル。で、その下にスクリーンサイズってあるんですけど、これがサンプルの平均的なメッシュサイズになります。で、ここを押すと、さらに詳しい画面に切り替わります。上が推定密度。で、その下がギャップレートっていうのはサンプルの隙間率ですね。で、その下が傘密度。これはサンプルの重さと容器の容積から計算された密度になります。一番下ウェイトが重さ。サンプルの生豆の今測っている重量を表示してます。で、こっちはスクリーンサイズで16から18っていうのはメッシュサイズで、一番下の 6.74mm っていうのはこのサンプルの豆の中で一番数が平均的に多い豆の単形をここに表示してます。それと同じ情報がね、アプリの方の画面にも表示されてます。あと一番下に表示されているのがエアーテンプ。これ今の気温ですね。室温が 22.4 度。RH。これが湿度 43%。ATM っていうのは気圧ですね。100.2 キロパスカル。で、最後の100メートルっていうのは推定海抜です。海抜100メートルぐらいだよっていうことです。じゃあ次にウォーターアクティビティ、水分活性を計測してみましょう。テスト。今計測が終わりました。ウォーターアクティビティは 0.623 ウォーターアクティビティですね。これもより詳しい項目に行くと、一番上が水分活性が 6.23 ウォーターアクティビティで、下のミラーテンプっていうのはこの鏡の温度になります。それが 10.2 度で、ビーンズテンプが 22.4 度。サンプル豆の温度がここに表示されてます。じゃあ生豆の計測はこれで終了したので、次に焙煎豆の計測に移りたいと思います。焙煎豆の計測をするためにまず焙煎をします。使う焙煎機はおじさんこれしか持ってないのであれなんですけど、ウイローストさんからいただいたホームロースターを使います。蓋を取ってテナを取り出して、今回はコーヒー豆 50g 焙煎していきます。だいたい焙煎度は中入りを狙ってみようと思います。3万円弱の焙煎機で焙煎して40万円弱の分析機で分析するってどうなのよっては思うんですけどね。おじさんこれしか持ってないんでとりあえずやってみましょう。このウィーローストのホームロースターの使い方は至って簡単です。豆を入れたコンテナを本体にセットして、その上に蓋をロックで、最後に蓋を乗せて、あとは電源ボタンを長押しして
電源を入れたら調整つまみで焙煎時間を調整するだけです。調整するだけっていうか焙煎時間しか調整できないんですよね。で、今回中入りを狙ってます。で、前回ですね18分でいい感じだったんですけど、今日はオミックスプラスで測ったら室温がちょっと高いので30秒ぐらい短く7分30秒でちょっとやってみようと思います。それじゃあ焙煎スタートします。そろそろね、焙煎モードが終了してカウントが0になると冷却モードに切り替わります。そうするとこの数値が赤の、表示が青に変わって自動冷却が始まります。青じゃなかった白だった。今自動冷却モードに入りました。6分間の自動冷却ですね。はい、焙煎が終わりました。それじゃあ中身を取り出します。まず蓋を開けて、蓋の状態こんな感じですかね。で、ロックを外すと、チャフがこんな感じで溜まってます。で、コンテナを取り出すと。こんな感じ。ちょっと重量計測してみます。50g で焙煎して 42.4g ですね。42.4g です。焙煎した豆の状態はこんな感じです。結構綺麗でしょ？じゃあ早速焙煎豆の測定の方を始めます。焙煎豆用の測定容器 B 容器の方をトレイにセットします。そしたら焙煎豆をスクレーパーで平らにならします。そしたらコンテナの方に B 容器をセットします。で、本体をセットして次にアプリの方の画面のビーンズの方の豆を選択したらテストをタップすると計測画面が現れて、豆と粉、ビーンとグラインドって出てくるので、今回はビーンの方と計測が始まります。で、今計測結果が出ました。水分含有率が 5.1% で密度が 708.5g マイリットルでローストレベルは 48.9 アングトロン、ミディアムダークっていう結果が出てます。これ見てみましょうか。メッシュサイズと、密度が出てきますね。で次にローストレベルを見てみましょう。中間値がミディアムダークで出てます。一番豆の外側からいきますか。一番豆の外側がベリーダーク。内側に行くに従ってダーク。ミディアムダーク。ミディアムライト。ライト。エクストリーライトっていう感じになってます。で、グラフにするとこんな感じ。豆の外側から内側に。アベレージは 48.9。標準偏差は 28.3。豆の外側だけで見ると中深入りになってますね。
とりあえず 10g 引いてみましょう。どうだ。ウイローストさんもまさかこんなガチモンの分析機で分析されるなんて思ってなかったでしょうから、かわいそうといえばかわいそうですよね。粉が引き終わりましたんで、次はセットの準備をします。それでは最後にコーヒー粉の状態で焙煎度を分析します。使用するのは C 容器ですね。粉用の容器を使用します。トレーにセットしたら、コーヒー粉をトレーの上に置いて、スクレーパーで平らにならします。で、最初に話したんですけど、このシルバースキンがサンプルの中に入っているので、これをどれぐらい測定結果から排除するかっていうのが、このシルバースキンディテクションの設定になります。そしたらコンテナに容器をセットして、本体をセットしたら、今度アプリの方のグラインドの方ですると分析結果が出ました。で、分析結果が出ました。アウトロの平均値が 60.2。ギリギリ中浅入りに入っちゃいましたね。60から70なので。豆の外側から見ていきます。ベリーダークが 8.2%。ダークが 13.3%。ミディアムダークが 19.2%。ミディアムライトが 21.2%。ライトが 17.1%。ベリーライトが 11.5%。で、一番内側のエクストリーライトが 9.4%。で、これを棒グラフにするとこんな感じですね。標準偏差 27.2、アベレージは 60.2。ちょっとワイドレンジはワイドレンジですけどね。それでも、グラフの形が中央高くて内外低いので、焙煎状態自体はそんなに悪くないと思います。3万円のね、家庭用小型焙煎機でこういうアグトロンカーブになるんであれば、優秀なんじゃないかなと思います。分析してるのもオミックスプラスですからね、かなりの精度の分析精度だと思うので、ウイロストさんのホームロスターも悪くないんじゃないかなって思いますよ、おじさんは。そしたらアプリのデータをセーブ。よいしょ、データ。で、この状態で履歴の一番上を押すと、今の計測したやつの詳しいデータが出てきます。ディフィルードオミックスプラス、詳しくね、紹介してみましたけど、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかと言われてもっていうとこですよね。性能も価格も完全にプロ仕様なので、おじさんのようなね、一般人がこれを使う機会っていうのはほぼないです。あってもしょうがないレベルなので。ロースターさんですよね。プロのロースターさん、焙煎豆屋さんたちが興味があるんじゃないかなっていう分析機です。値段がちょっと高いんでね。Amazon JP で38万8000円何がしだったと思うので、おじさんのキリオ10のコードを使っていただくと、そこからまた少し割引が入るので、もしオミックスプラス購入検討されている方がいらしたら、この機会をご利用した方が安く買えると思います。概要欄の方にね、リンクを貼っておきますので、ご活用ください。それでは今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。